うちで一番古い焼酎ですね、1987年に仕込んだ、焼酎でして、甕でですね、ずっと貯蔵してたものを3、4年前から、発売しております。弊社は小手川酒造と言います。創業が1855年、江戸時代末期の安政2年になっておりまして、お酒造りからスタートしております。焼酎はちなみにどんな焼酎を作られてるんですか？今はですね、大分県産の、麦を使った麦焼酎と、あとやはり臼杵産の芋を使った芋焼酎を、麦と芋を使っております。2つ木の、樽が見えてると思います。で、奥にもう一つステンレスの、鉄のタンクがあるんですけれども、それぞれ役割がございまして、一番左が、100度の蒸気を発生させる、釜の入った樽になります。で、真ん中の方にですね、麦とか芋とかを発酵させたアルコールの含んだ、もろみっていうものを、つけておきます。で、そこに100度で発生させた蒸気を当てまして、そのもろみからもう一度ですね、蒸気が発生しますんで、アルコールを含んだ水蒸気になります。その蒸気がですね、一番右の、鉄のタンク、あちらが冷却タンクになってますんで、その冷却タンクの間を通っていく間に液体になるのが焼酎に変わっていきます。初めはですね、アルコール度数70度ぐらいから始まりまして、最後蒸留を続けていくと、0度に近づいていくんですけれども、だいたい弊社の場合は、22、3度ぐらいまで下がったところで止めてですね、出てきた原液がだいたい原酒が43度ぐらいになるように、平均をとって、70度から23度ぐらいで止めていきます。焼酎はですね、やはりもう全ての段階において味が変わっていきますんで、もろみを作る工程、あと蒸留の方法ですね。で、見ていただくと分かるんですけれども、上に鉄の管が通ってまして、2つほど鉄の管があるんですけれども、あれの長さですとかですね、あと、もろみの状態によってですね、毎年やはり味が変わっていきますんで、少しでもいいもろみを作っていい状態で蒸留をすることを心がけてます。木の樽っていうのもやはり大事なんですかね？そうですね、麦焼酎の蔵でですね、この木の樽を使っているのはもうおそらく弊社だけになります。で、全国的にもおそらく3、4基しかもう稼働してないということで言われてますんで、かなり希少な機械でしてですね、もともとは木の樽で蒸留すると、口当たりのいい、ふくよかな味わいの焼酎ができるんじゃないかということで始めております。もともと麦焼酎の発祥はですね、長崎県の発祥なんですけれども、大分が1970年代の第二次ブームの時にもう農家さんとですね、メーカーとタイアップして麦作りから始めまして、もともとの麹自体が長崎と大分違います。長崎の場合は発酵させる元麹を米から作る米麹を使うんですけども、大分はもう最初から麦を使った麦麹使っておりまして、その分ですね、長崎の方がすっきりした味わい、大分の方が、麦の、ふくよかな味わいってことで麦の香りの強いですね、味わいも強い焼酎が大分の麦焼酎の特徴だと思っております。こちらはどんな麹を使われてるんですか？うちはもう麦麹で、あとは一番強い黒麹菌ですね、黒麹を使って作っておりますんで、繁殖率も強い一番強い菌ですから、香りも味わいもですね強く引き出してくれる菌になります。できたばっかりの焼酎っていうのが悪味とか悪臭の原因になる化合物をいっぱい含んでおりまして、だいたい貯蔵して寝かせることによってですね、3年かけて自然となくなるということで言われておりますんで、弊社はだいたいもう寝かせて3年は寝かせるようにしておりますですね。はい、フィルタリングっていうか、はい、よくあるじゃないですか、はい、そういうのはどういった形で小手川商店さんもされてるんですか？はい、ですね、最後にフィルターっていうよりも綿を通してですね、他の不純物とか取り除く作業はしております。で、何種類かはもう無ろ過って言いまして、もうろ過もせずにですね、そのまま
作ってる焼酎もありますんで、グラスに継ぐと少し白濁っていって白く濁ったようなですね形になる焼酎もございます。焼酎のはい味の作り方っていうか、それって何が決め手で焼酎の味が決まるんですか？なんかよくね、お酒だったらここら辺で味の調整ができるってあるじゃないですか、酒母の作り方とか、もろみの作り方とか、焼酎はどこら辺で味の調整ができるんですか？はい、焼酎はですね、できてしまった原酒に関してはですね、もう調整ができないもんですから、あとはもうフーゼルっていって植物油ですねが寒くなるとやはり油が固まって浮いてきますんで、そういったのを丁寧に手ですくってですね、あとはもう、出す時にだいたい原酒が42、3でありますんで、そこから水で割りましてですね、弊社の焼酎36度とか41度とかいうのもあるんですけれども、水で割るもんですから割る水をして、どれくらい置いて、出そうかっていうのはやはり味を見て決めます。はい、ここの小手川商店さんのこれがうちの一番個性が出てる焼酎だっていうのはどの商品になりますか？はい、商品名でいきますと羽衣って言って36度の3年貯蔵の商品がございますけれども、それが一番、弊社の味わいが、出てるんじゃないかなと思います。香りも味もですねすごく濃くてですね、やはり黒麹はだいたい沖縄の青森で使うことが多いんですけれども、青森のような焼酎ですけど少しとろっとしたですね飲み口とが感じられる商品だと思っております。なぜ羽衣っていう名前なんですか？はい、こちらがですね今隣が記念館になってますけれども野上愛子っていう作家の記念館になっておりまして、で、彼女がこちらの家ですね生まれになっております。で、彼女のご主人がですね野上豊一郎といいまして、もともと農学者脳の研究をされている方でしたんで、そういった作品のですね名前を、いただいて、商品名に付けさせてもらっております。あと角谷っていう今度5年貯蔵の商品もございますし、あと日本酒は宗林ということで、売らせてもらってるんですけれども、そちらも野上愛子がせっかく臼杵が大友領だったもんですから、大友宗林にちなんで宗林として売りなさいということで言われてるもんですから、日本酒は宗林ということで名付けさせてもらってます。焼酎の国九州発蔵巡りスタート。プロが選んだ厳選した焼酎とおつまみをお届けします。蔵元と語りながら焼酎の楽しみ方もシェアします。 We are preparing an English community as well. We'll let you know as soon as it's ready. Stay tuned! 芋焼酎はですね、元の麹を米を使われることが多いんですけれども、弊社は麦の麹を使っておりますので、通常よりもかなり香ばしい香りと味になっていると思います。すでに香りがいいですよね。香ばしい香りが本当にそうですね、上がってきますね。乾杯。お願いします。いただきます。わあ、すごい。はい、フルーティーですよね。とっても。ありがとうございます。で後からなんか麦の香りがそうですね。はい。出てくる感じですね。芋の甘さと麦の香ばしさが後から来ると思います。一番度数の高い36度になります。失礼します。少しですね、焼酎ですけれども、とろみのあるようなですね。こうするととろみが見えますよね。そうですね。お酒の跡がとろーって。はい、そうですね。じゃあいただきます。いただきます。香りを嗅ぎます。はい。麦のすごく麦の風景がフュってありがとうございます。ですね。全然これまた違うんですね。違いますね。見た目は似てますけど、透明のただそれぞれすごい個性があって。はい。そうですね。先ほどのが5年貯蔵の25度だったんですけれども、こちらが36度の3年ものになります。ちょうど
不純物がですね全て取り除かれる年数まで貯蔵して出した商品になります。で原酒に近い36度まで度数が高いものですからやはり少しですね焼酎ですけどとろみがかった、はい、とろっとしたようなですね黒麹独特の、はい、味わいがあると思います。これとこれの違いはその割り水具合の違い、はい、割り水違いの2つの商品とそうですね。あとは年数ですね。はい。のりさん、ちょっと度数が高いと全然違う世界が広がりますね。そうですね。はい。とろみもあるからなおさらなんかこう口の中での広がり方がちょっと違いますね。そうですね。余韻も長いと思いますよね。はい。甘みも出ますよね。アルコール度数が高いから。はい。ロックでお食事の後にまた私もそれを言おうと思った。飲みたいっていう人たちが。ちなみにこちらは何ですか。こちらがですね、もうどうだっていうオーラが出てるんですけど、はい、うちで一番古い焼酎ですね、1987年に仕込んだ、焼酎でして、亀でですね、ずっと貯蔵してたものを、3、4年前から、発売しております。ということは数も限りがある。そうですね、全部であと300本ないぐらい、はい、そうなんですね。貴重なお酒なんですね。はい、そうですね。もうそれがなくなったらもうないということですね。原酒がなくなるともうこの商品すべて終わりになりますですね。はい。貴重なお酒をいただきます。毎年ですね、置いておきますとアルコール度数と量が少しずつ亀から減っていくんですけれども、度数が下がる分ですね、先ほどの36度よりは飲みやすいと思いますですね。アルコール度数何度でしたっけ？これ34度になります。はい。マイルドで。もっとなんかとろみっていうかなんか、そんな感じがありません？ありますあります。なんでなんですかねこれ。それだけ寝かせてるからなんですか？いやもうそうですね。焼酎を作り始めた時からの商品っていうことですよね。そうですね。弊社で一番古い商品になります。はい。すごい珍しい商品と、いろんな、やっぱ違いますね。ストーリーが。そうですね。もう焼酎も作り方、寝かせ方によっても全く味が変わってしまいますね。もう少しちょっとなんか甘みも、そうですね。そうですね。はい。感じられるのは、はい。こちらももう原酒は36度ぐらいまで下がってますんで、もう2度分ぐらいしか度数を下げてないもんですから、やはりもう原酒に近いようなですね味わいになってよりこう濃縮されてる感じになってるんですかね。はい。これはなんか持っておきたい一つですよね。ありがとうございます。間違いない。これまたもう一回戻った方がいいですよ。あ、そうですか。面白いです面白いです。